皆さんこんにちは、プラぼっち研究所です。今回はポケプラのハッサムをギラギラのテカテカのキャンディー塗装で仕上げていきます。プラぼっち研究所。改めましてこんにちは、プラぼっち研究所の所長です。今回全塗装を行っていくキットはこちら。ポケモンのプラモデルポケプラより虫鋼タイプのハッサムです。はい、初めてガンプラ以外のプラモデルですね。パッケージは小さめです。プラモデルということでいろんなポーズが取らせられそうです。それでは開封していきましょう。オープン。袋2つ。説明書。やっぱりガンプラと比べるとランナーの少なさに圧倒されますね。シール。ホイールシールですが、シルバーの部分は余白だけですね。実は私、過去にポケモンをガチっていた時期がありまして、ポケモンブラックホワイトのレート対戦を狂ったようにやっていた時期があるんですよ。その時使っていた6匹のパーティーが、ノーガブサンダーハッサムキノくん。略して発言してしまいました。雪のガブリアスサンダーハッサムキノガッサスイくんですね。こちらのパーティーを使ってレート1800を超えて世界ランキング6位だか8位になったんですよ。自慢話はこのくらいにしておいてパーツをカットしていきましょう。使用ツールはもちろん狭い箇所にも刃が入るタミヤの先細薄刃ニッパーです。こちらのポケプラは手でもぎ取ることもできるのですが、パーツがえぐれてしまうのが怖かったのでニッパーを使っています。パーツを全部切り離すとこんな感じ。普段ガンプラを作っているので非常に少なく感じますね。それでは組み立て。ちなみに今回ちょっと普段の iPhone 11の撮影じゃなくてレンタルしたOsmo Pocket 3ってカメラを使っています。遠目の撮影だと綺麗に撮れるのですが、あんまり寄って撮影するのは苦手みたいですね。そうこう話しているうちに素組みの完成です。最近のハッサムのプロポーションって感じですね。昔のハッサムは腰を曲げてお尻を突き出しているようなポーズが立ち絵だったんですよね。参考画像出ますか？出ました。目のシールとか貼っていないんですが、素組み状態でもめちゃかっこいいですね。結構動きますし、ハサミも開閉できます。それでは塗装前の下処理を行っていきましょう。まずは合わせ目消しを行います。合わせ目のある箇所はハサミの部分、足の部分、頭の部分、胸の部分、お尻の部分、めっちゃある。というか全身にありますね。ロボットではなくてポケモンなので組み立てで合わせ目をごまかすことができないんですよね。胸のパーツですが、グレーのパーツを差し込んだ後にパーツをはめ合わせるという作りになっています。後でこのグレーのパーツをはめられるようにピンを切っちゃいましょう。後はめ加工ですね。はい、これで合わせ目消しをやった後でも取り付けができます。それでは合わせ目消しをやっていきましょう。タミヤの流し込み接着剤を隙間に流し込んで、むにゅむにゅむにゅ。ここで問題発生です。手のハサミなんですが、合わせ目部分を接着してしまうとハサミの下の部分を後からつけられない構造になっておりました。パーツとにらめっこして考えた結果、この丸になっているはめ合わせの部分をニッパーで切ってやって C みたいな形にして下の刃を後からパチッとはめられるのではないかとひらめきました。このくらい切りました。実際はめてみると、パチッとはまりましたね。ゆるゆるですが塗装したら渋みが出ると思うので大丈夫です。こちらのパーツたちはグレー部分を塗装したら合わせ目消しを行います。そうこうしているうちに先ほどの接着剤を流し込んだパーツたちが乾いたので、ヤスリの400番、800番、1000番で磨いていきます。サラッサラになりました。あとは羽がクリアパーツなのでガラスヤスリでゲートのポチッとした部分をヤスリがけしておきました。それではいつものごとく田植えをしまして塗装工程に参りましょう。まずはこちらのグレーのパーツを塗装していきます。
使用塗料はうちの最強塗料ガイアノーツのサーフェイサーエボガンメタにブラックを混ぜたやつです。ほんとこの希釈ボトル便利。ムラにならないようにだけ意識してサラサラーっと拭いていきます。仕上がりはこんな感じ。これを塗装しておくだけで重厚感が出るのでめっちゃ好きです。グレーのパーツたちの塗装完了です。非常に少ない。ここで先ほど合わせ目消しをやってなかったハサミを組み立てて合わせ目消しをしましょう。むにゅ。乾燥したらマジスクでカンナがけしてヤスリの400番、800番、1000番。はい、これで元から一つのパーツだったかのようになりましたね。そしてレッドの部分だけこの後塗装していくので、先ほどガンメタを塗った部分はマスキングしておきます。いやー、マスキング苦手というか好きじゃないんですよね。過去に失敗したこともあってトラウマになっているのかもしれません。私はこうやってタミヤのマスキングテープをちびちび貼っているんですけど、皆さんのやり方も教えていただきたいです。マスキング完了。でももう一個あります。もう片方のマスキングも完了。最初にやった方に比べて綺麗ですね。成長を感じます。あとは墨入れのことも考えて毛書き針でディティールを少し彫り直しておきました。ハサミの部分と頭部パーツの目ですね。次にホワイトのパーツである足の爪を塗装していきます。使用塗料はムーンストーンパールです。残り少ないですね。なるべくレッドのパーツにはかからないように吹き付けています。塗ってみるとこんな感じ。虹色感のないパールって感じです。同じように目のパーツ、バレットパンチのエフェクトのパーツ。これってバレットパンチで合ってますよね。ハッサムといえば特製テクニシャンでバレットパンチの威力が 1.5 倍、さらに自身が鋼タイプであることからタイプ1でさらに 1.5 倍、元々の技の威力40が90へ跳ね上がるのでとても強力でしたね。しかもハッサムの攻撃種族値が130もあって意地っ張りにすると実質、はい、パール塗装の完了です。塗装前と比べるとプラスチック感がなくなったんじゃないかなと思います。次に先ほどのハサミのパーツ、この丸いところを塗装します。まずはガンメタブラックで外側の丸をガンメタに、内側の丸はこちらの水性ホビーカラーゴールドを気合の筆塗り、ついでに目もゴールドで筆塗り。はみ出しても大丈夫、マジックリンで拭き取ればなくなります。次にこのレッド部分を塗装していくので、爪の部分にマスキング、ハサミと頭は付属のシールでマスキングしました。それではキャンディーレッドの塗膜を作っていきましょう。まずはこちらのガイアノーツの光沢ブラックで全てのパーツをブラックで塗っていきます。この時にツヤ感が出るようにいつも意識しているんですが、実際この後に色を重ねていくのでそんなにツヤ感を出さなくてもいいかもしれませんね。はい、ブラックの塗装完了。乾くとこんな感じ。次にシルバーを重ねていきます。使用塗料はクレオスのウルトラシルバーです。金属粒子が大きいのが特徴の塗料です。これをエア圧を弱めにして吹き付けていきます。いつものごとくグラデーションを意識しての塗装です。ギラッギラ。頭のパーツもギラッギラ。比較はこんな感じ。シルバーを吹き付けるとツヤ感はなくなるので、ブラック下地の光沢は出さなくてもいいかもしれないですね。シルバー塗装完了。続いてレッドにしていきましょう。使用塗料はガイアノーツのクリアーレッドです。今回はより奥行き感のある塗膜を作りたいので、クリアーで薄めて何回も吹き付けるようにやっていこうと思います。それでは塗装していきます。はじめはうっすらとしか色がつかないのですが、何周も吹き付けるとぬるってかいちご飴みたいだな。食べたことないけど。他のパーツたちも塗っていきます。頭、紅生姜。はい、一通り塗り終わって1時間ぐらい経ったのでもう一周塗っていきます。頭、ハサミ。ちなみに1度目の塗装と比べるとこちら。左は若干白っぽいのですが、2度塗りした右側はより赤い。例えるならマツダのソウルレッドみたいな色合いになりました。
さあ熱いですがどんどん塗り重ねていきますよ。はい、クリアレッドの塗装完了。光が当たっているところは赤みが出て、影になっているところはぼんやりと黒になっているのがかっちょよすぎる。マスキングした箇所も剥がしていきましょう。うまくできててくれよ。75点。あとは瞳を入れて命を吹き込んでいきましょう。この間息を止めております。あとは墨入れをして筆塗りした箇所の境界をごまかしていきます。やっぱり墨入れするとディティールがパキッとしていいですよね。はみ出した箇所はエナメル溶剤を含ませた綿棒でふきふきして墨入れ工程も完了です。最後に光沢クリアのトップコートを吹き付けていってテカテカに仕上げていきます。ポケモン、特にハッサムは曲面ばっかでキャンディー塗装が映えますね。はい、他のパーツたちもトップコート完了です。早く組み立てたいところですが、最後の最後の仕上げを行っていきますよ。この時点でも文句ないくらいツルツルテカテカなんですが、こちらの研磨剤で磨いたらどうなるのか見てみたいのでやってみましょう。少量クロスに取ってハサミを磨いてみましょう。どうなんでしょうこれ。磨く前と並べてみると言いたいところなんですが、このアフレコしている自分はもうどっちが磨いた方か分かりません。とはいえ一度始めてしまったので全部磨いていきます。この羽のパーツが分かりやすいかもしれません。右手に持っている方が磨いたやつだと思います。多分。はい、磨き作業が全部終わりましたので最終組み立てを行っていきましょう。まずは後はめ加工したハサミの部分、うまくはめ込みできるでしょうか。ちゃんとハサミの開閉の渋みも復活してますね。腕を取り付けて足を取り付けてクリアの羽のパーツを背中に生やします。上半身と下半身をボチーン。最後に頭部を取り付けたらハッサムキャンディー塗装の完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。塗装前のキットと並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。これプラモデルってマジ？なんか金属の像みたいな重厚感あるんですけど、いやー、ゲームでどちゃくそ使ってたハッサムをこうやって立体化、そして塗装で自分好みにできちゃうなんて本当にいい時代に生まれたなと思いますね。いやー、ほんとこだわり鉢巻き持たせるとマジで強いんですよ。遅めの素早さからの高校トンボ。それではこの動画が良かった、次の作品にも興味が湧きましたらチャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。ちょっと本当にポケモン大好きなんで今後も合間合間に作っていきたいと思います。また制作状況や近況は X、Twitter でつぶやいておりますのでチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。次はガブリアスだな。